皆さんこんばんは、うのうと言います。この動画ではゼルダの伝説ブレスオブザワイルドのあるあるを50個見ていきます。自由度が高いこのゲームでは、プレイする人によって大幅に変わってくると思うので、そこら辺も楽しんでいただけたらと思います。前半のあるある紹介部分は、ネタバレと言えるネタバレはありません。しかし後半はネタバレが出てきます。というのも後半では、僕の過去の動画にいただいたコメントの中から、全てではないのですが、続編やゾナウについての気になったこと、新たに教えていただいたことを5個ほど調べに行ったので、ミニ考察コーナーとして紹介したいと思います。そしてこの視聴者コメントミニ考察コーナーは、これからも続けていけたらと思いますので、皆さんの知っている情報を差し支えなければ提供していただけたら嬉しいです。その他、ここを調べてください。こんな動画を作ってください。みたいなリクエストもお待ちしています。前置き長くなってしまってすみませんでした。まずは、あるある50連発からいきましょう。1、始まりの塔から落ちて死ぬ。もう一回死ぬ。2、始まりの大地でたらふく遊んでしゃぶり尽くす。3、登る山の傾斜を甘めに見積もる。慣れないうちはよくあります。4、水中で水をくたに一方的に投石で攻撃され、憎悪でメンタルゲージがパンパンになる。5、コッコを見つけたら無感情で殴る。6、イノシシを見つけたら無感情で矢を射る。7、キツネは見逃す。かわいいは正義。8、お気に入りの武器を温存したいがために爆弾で敵と戦う。9、お気に入りの武器を温存したいがために弓矢で戦う。10、崖の途中のお休みどころで雨が降ってきて焚き火も使えず、とりあえずツイッター見て暇つぶす。11、リアル生活でも高い建物を見つけては途中のあの平坦っぽいとこで休めばいけるっしょとか思ったりして我に返る。12、リアル生活でもあの石どかしたらコログ出てくるんちゃうんとか思う。13、静かなシーンでいきなり来るリーバルトルネードいつでも OK だに腹が立つ。リーバルトルネードいつでも OK だ。こっちはいつでも OK なわけじゃない。14、おおほくらだ向かおう。あれでもあそこに素材ある。こっち行ってからやな。コログっぽいのあるやん。あ、ほくら行かなきゃ。お、塔見えてきた。15、素材を大量に売るとき、5とか0のキリがいい数を残したい。なんとなくね。16、マックス料理の素材は素材一つで料理して、マックスの恩恵回数を増やす。17、弓を引くつもりが武器を投げてロストする。18、特に肉が必要なわけではないが、一応生き物を殺す。19、早くゲームに戻りたくて、焦って洗い物をし、落とした破片で10針縫う怪我をする。20、盾を構えてるつもりが、両手武器構えててダメージを受ける。21、ビタロックを素材探しレーダーとして使う。22、マグネキャッチを宝箱や武具探しレーダーとして使う。23、ドイブラン遺跡ではバイクのライトをフル活用する。許してください。24、素早いスティック動作を求められる時に限ってスティックを押し込んでしゃがむ。25、竜を見つけて素材欲しさに頑張るが思ってたより距離あったりする。26、雨が降ると何かと不便だけどなんか安心する。癒されるっちゅうかね。27、他のゼルダゲームに関連するファンサービスにニヤニヤする。28、宝箱を開けた時、スロットがいっぱいで持ちきれず、かつ中身がくだらないアイテムでも、コンプリート魂で他のものを捨ててでも回収する。29、で、やっぱりいらないものはいらないのでリリースする。だっていらないんですもん。30、モンスター撃破後、素材を取るのに A ボタン連打でいらないアイテムをキャッチ&リリース。31、実はあまり使わない縦サーフィン。32、実はそこそこ使う縦サーフィンジャンプ。33、ゼルダには悪いが、遠くから見る怨念に包まれたハイラル城が綺麗で見とれる。まがまがしい感じって美しいんですよね。34、祠の端末に触れたら X ボタン連打。35、ボックリンのダンスも X ボタン連打。36、料理の備蓄時には B ボタン連打。37、食べる料理の選択が面倒で、リンゴ10個くらいでインスタントに済ませるが結果的に逆にタイムロスだしめんどくさい。38、ダイヤモンドは売らない。永遠の輝き。39、古代兵装矢を作りまくる。40、で、いざという時も結局もったいなくてあまり使わない。貴重ですからね。
41、山の斜面に交渉があって素材を逃さないように斜面の下側から壊すが結局落ちる。42、リザルフォスマスクをつけてリザルフォスたちと遊んで仲良くなる。43、さよならする。敵は敵。44、30分だけプレイしようと始めたら結局2時間くらい経ってる。45、とても癒されていることに気づく。46、面白すぎてやめ時がわからない。区切りがなかなか見つけられないんですよね。47、ふとした時の風景の美しさにハッとする。48、続編の情報欲しさに毎日23時前にはとりあえずツイッターに集合して来ない忍耐の情報を待つ。49、謎の民族ゾナウが気になる。50、続編が楽しみ。超楽しみ。いかがでしたでしょうか？ここで出なかった皆さんの持ってるあるあるもお聞かせください。さて、ここからは僕の過去の動画にいただいたコメントの中から全てではないのですが、続編やゾナウについての気になったことを新たに教えていただいたことを5個ほど調べに行ったので、ミニ考察コーナーとして紹介していきます。行きましょう。ボコブリンペイント。蛮族シリーズを装備すると体にペイントが塗られます。ボコブリンやモリブリンなどの黒から上位のモンスターは体に蛮族装備のペイントに似た模様があります。詳しくはわかりませんが、何か関係があるのでしょうか。そういえばライネルの体にも模様がありましたよね。ここは多少こじつけなんですが、蛮族装備の強化にはライネルの角や肝などの素材が必要になります。関係は不明です。まずないと思っていますが、ボコブリンたちがゾナウが薬剤ガノンの怨念によって魔物に変化した姿だとしたら結構なホラーですよね。マスターバイクのタイヤ。ラバー装備の話からゴムを作る技術は現在のハイラルでは一般では失われているが、マスターバイクのタイヤが仮にゴムっぽいのであれば、マスターバイク開発にゾナウも関わっているかもという話です。試しにいろんな武器で殴ってみましたが、木を叩く時の音とそんなに変わらないんじゃないかとも思いましたし、ゴムっぽい音といえばゴムっぽいかなという感じです。はい。気になったのはタイヤにシーカー異物に見られる模様がありました。以上です。はい。カースガノンの体は各英傑たちの肉体を使っている説のその後、別の一本の動画としてカースガノンの体は各英傑たちの肉体を使っている説について話しましたが、皆さんのコメントを見てるとやはりこの説は考えにくいんじゃないかと思えてきました。リーバルのやつの射撃は正確だよみたいなセリフがあり、リーバルが生きてるうちに風のカースガノンはあのブラスターを使っていたことが読み取れるのが大きな理由ですね。濃い裏付けもなしに間違っているかもしれない情報をさも真実かのように話してしまってすみませんでした。ごめんなさいね。苦しいながらもなおこの説を押すとすれば、カースガノンは戦闘中に相手の身体的特徴や能力をコピーするみたいなことを立てなければいけないですね。改めて皆さんはどう考えますか？コメントいただけると嬉しいです。各地にある立方体コンテナの中心部のマーク。雷の大地の4つのマークの話題で、黄色のアスタリスクのようなマークがハイラル各地にある立方体の金属コンテナの中心に描かれているとのコメントをいただいたので見てきました。そしたら本当にあってびっくりしました。しかしこのマークの中心は渦を巻いてないんですよね。前回の動画で紹介した縦の同じマークも中心に渦はありませんでした。ここから発想してこのコンテナに描かれているマークが原型で、中心の渦は後から加えられたものだと考えられます。つまり縦とかそのコンテナの方がレギュラーという感じですね。そして他のマークも雷の大地のマークの状態から渦の部分を取り払ったものがハイラルのどこかにあるのだと結論付けて、途中ではありますがとりあえずは今はそこで止まっています。プルアの日記。ガノンドロフ復活の方法の予想でプルアの日記が参考になるかもというアドバイスをいただきました。これがその内容です。以上、ミニ考察コーナーパート1でした。この動画を楽しめた方は2秒ほどお時間をいただき、高評価ボタンをポチッと押してくださると今後の動画制作の励みになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではこれからもゲームの考察、解説、実況などの動画を投稿していきますので、まだの方はチャンネル登録をお願いします。来週かできたら今週にはゼルダゲームの考察実況を始めますので、そちらもお時間がある方はよろしくお願いします。まずはスカイウォードソードから見ていきます。最後に皆さん、本当コメントありがとうございます。本当に助けになってます。ご視聴ありがとうございました。